メイリン、起きなさい。ひどいです昨夜さん。いきなり何をするんですか？おはようメイリン。目が覚めたかしら？おはようじゃありません。順番が違います。普通ナイフで刺す前に、まず声をかけるものですよ。何甘えたこと言ってるの？寝てるあなたが悪いんでしょ。ナイフで刺す方が悪いんです。寝てる方が悪いわよ。刺す方が悪いです。寝てる方よ。刺す方です。おやおや今日も仲がよろしいですね。悪いわよ。あやややや。お二人の仲が良いことはみんなよく知っていますよ。何を言い争っていたのですか？血は喧嘩ですか？あなたも刺されたいの？聞いてくださいあやさん。昨夜さんったらひどいんです。いきなりナイフで刺したんですよ。普通、声をかけてから刺しますよね。いえ普通はナイフで刺しません。あなたが寝てるからいけないんでしょ。声をかけもせずに、なぜ寝てるとわかるんですか？起きてたら刺される前にわかるでしょ。わからなかったってことは寝てたってことよ。いいえ、私は起きてました。寝てたわよ。起きてました。寝てたわよ。また刺されたいの？楽しそうですねー。どこが？また。それより、なんであんたがここにいるのよ。ネタ探しですよ。ここに来れば何かあるんじゃないかと。ないわよ。さっさと帰りなさい。冷たいですねー。取材させてくださいよー。コウマ間の謎に迫る、知られざる門番に密着取材。寝言しかコメントが取れないわよ。昨夜さん、私のこと、いつも寝てると思ってますね。寝てるじゃないの。いいえ、寝てません。さっきだって寝てたじゃないのよ。そう見えましたか？他にどう見ろっていうのよ。仕方がないですね。いいでしょう。今まで秘密にしてきましたがお話ししましょう。あれは、ネタ振りです。はぁ？あんた何言ってるの？芸人が相方のボケや一発芸を引き出すために話題を振ること？そのネタ振りではありません。私はいつもネタ振りをしているのです。本当は寝ていないのです。振りじゃなくて完全に寝てるでしょ。違います。ネタ振りをしているだけなのです。これは中国4000年の門番の歴史に伝わる高等戦術。遊民系なのです。遊民系？なんなのよそれは。遊民系は究極の受動的戦闘態勢です。相手眠りに落ちる寸前の状態になることで精神のリミッターを解除し、周囲の殺気を100倍にして感知する高等技術なのです。眠っていると見せかけて油断を誘い、敵を欺き一撃で仕留めるのです。なるほど。動物や虫の中にも、死んだふりをして敵を油断させる生き物がいます。でもあなた、私がナイフを刺すまで気づかなかったじゃないの。全く役に立ってないわ。それこそが、昨夜さんが私の術にはまった証拠なのです。はぁ？何言ってるのかさっぱりわからないんだけど。昨夜さんは私が眠っていると思ったからナイフで刺したのでしょう？つまり私のネタ振りを見抜けなかったということなのです。だって本当に寝てたじゃない。寝てません。あれはネタ振りです。嘘くさいわねー。まあ、昨夜さんには見抜けませんよ。無理ですね。わかったわ。見抜いてやろうじゃないの。無理だと思いますけどねー。私のネタ振りは本当に寝ているようにしか見えませんからねー。本当に寝てるからでしょ。どうですか昨夜さん。私と勝負しませんか？勝負？何よそれ。私のネタ振りを見抜けたら昨夜さんの勝ち。見抜けなかったら私の勝ちです。その時は1週間の特別有給休暇をいただきます。何寝ぼけたこと言ってるのよ。1週間も休ますわけがないでしょ。やっぱり自信がないのですね。私の遊民系は完璧ですからね。いいわわかったわ。その代わり本当に寝てたら、1週間24時間勤務よ。いいでしょう。望むところです。しばらくしたらもう一度見回りに来るわ。覚悟なさい。何よ。なんであんたがついてくるのよ。あやややや、いいじゃないですか。他にネタがないんですよ。取材させてくださいよ。帰りなさい。ネタを拾うまで帰りませんよ。今明らかになる、遊民系の謎を終え。だったら表で追っかけてればいいじゃない。昨夜さんについてくと、紅茶が出てきたりしませんかね？出ないわよ。すやすやー。むにゃむにゃー。ほらごらんなさい。やっぱり寝てるじゃないの。何が遊民系よ。一撃で起こしてやるわ。ちょっと待ってください昨夜さん。何よ、それでは解決になりませんよ。どういうことよ。ナイフで刺されて目を覚ましたメイリンさんは、きっとこう言うでしょう。ほらごらんなさい。私はネタ振りをしていただけなのに、本当に寝てると思ってナイフで刺しましたね。ネタ振りを見抜けなかったということは、私の勝ちです。これでは振り出しに戻ってしまいます。だけどこれどう見たって寝てるでしょ。すやすやー。むにゃむにゃー。本当に寝てるかどうかなんて、どうやったらわかるのよ。これは意外に厄介ですよ。以前、ニトリさんが作った脳波計でも、メイリンさんの居眠りを見抜くことはできませんでしたし。嘘だろ、波形に変化はなかったのに。居眠りのためなら、脳波までコントロールできるのか？技を極めてますね。でも絶対寝てるでしょこれ。
すやすやー。むにゃむにゃー。もういいわ、このままじゃ拉致が開かないわ。起こす。じゃー。何するんですかー。やっぱり寝てたんでしょ。白状なさい。私は寝てません。寝てるふりをしてただけです。嘘おっしゃい。完全に寝てたじゃないの。騙されましたね、咲夜さん。私の寝たふりを見抜けませんでしたね。誰のどこが寝たふりよ。熟睡してたでしょ。本当に寝ていたという証拠はありますか？私の勝ちですね。1週間の休暇、ゲットです。なんだい。1週間の休暇とは合成だな。マリサさん。どうしたんだみんな揃って。何かあったのか？メイリンが居眠りしてたのよ。なんだよ。いつものことじゃないか。私は寝てません。そうですマリサさん。あなたの魔法で、メイリンさんが寝ているのか起きているのか、見分けることはできませんか？はぁ、なんだいそりゃ。メイリンさんは居眠りではなく、敵を油断させるために寝たふりをする、遊民系という技だというのです。ですが、咲夜さんはそれを信じていません。そんな技、聞いたことないぜ。あなたの魔法で見分けられませんかね？寝ているのか、それとも起きているのか。さすがにそんな魔法はないな。そうですよね。やっぱりダメですか。いえちょっと待って。メイリン、遊民系は眠りに落ちる寸前の状態になることで、周囲の殺気を100倍にして感知するって言ってたわよね。そうですが。だったら、盗っ人の気配を察知することもできるはずよね。まあ、そうですね。盗っ人って誰のことだ？さあ誰でしょう。ならこうしましょう。あなたがマリサの接近に気づいて、追い返すことができたらあなたの勝ち。どうかしら？なんで私が出てくるんだ？さあなぜでしょう。いえでも、もう勝負はつきました。咲夜さんは私の寝たふりに気づけなかったのです。ですからもう。あら、自信がないのかしら？つまりそれは、あなたが本当は寝てたってことになるけど。いいでしょう。その勝負、受けて立ちます。マリサ、協力してくれるわね。なんだかよくわからないが、どうすりゃいいんだ？詳しい話は、咲夜さんが焼いたクッキーでも食べながらしましょう。ちょっと、あんたはもう帰りなさいよ。さっき紅茶飲んだでしょ。何を言うんですか。私は取材のためにここにいるのです。魔法を操るコソ泥対遊民系を操る門番。読者が喜ぶいい記事が書けそうです。それにクッキーはまだ食べていません。なんだ、またネタ探しに来てたのか。ところであなたは何をしに来たの？いや、ちょいと野暮用だ。気にしなくていいんだぜ。さあ、部屋で話を聞かせてくれ。待ちなさいマリサ。野暮用って何かしら？クッキーを食べに来たんだぜ。嘘おっしゃい。すやすやー。むにゃむにゃー。すやすやー。むにゃむにゃー。こりゃダメだ。いつも通りぐっすり寝てるぜ。それでは困るんですよね。遊民系がはったりだと記事になりませんよ。いつも通り捏造したらどうだ？人聞きの悪いこと言わないでください。これではっきりしたわね。寝たふりをしてるなんて嘘よ。完璧に寝てるわ。寝てませんよ。これは寝たふりです。あやややや。ついに遊民系の発動ですか？嘘だろ？どう見たって寝てるぜ。いつもの見慣れた光景だ。起きてますよ。おいおい、ってことは、今まで私が館に忍び込むのも、本当は分かってたってことなのか？寝てませんよ。見て見ぬふりをしてたってことかよ。遊民系です。ちょっと待って。メイリン。寝てませんよ。起きてますよ。これは寝たふりです。寝てるわ。寝言を操ってるだけ。寝言を操る。これは起きてるふりよ。起きてるふり。寝てるふりじゃなかったんですか？すやすやー。むにゃむにゃー。これじゃ記事になりませんよ。